では今回ね、小本さあ胃の方はどうでしょ胃もたれは大丈夫でございます。復活しましたかね。問題ないでいす。やーしっかり回復したということで、またちょっと濃いのがね続きますんで、ほんと口頭本はね国営って言われる舞台で話されている内容なので、かなり、悟りの境地の感覚をすごい話されるんで、ものすごい濃い感じです次も濃いですので、よしこい。境地妙合っていうね、おう。また重要な仏法用語出てきます。はい。勉強させていただきましょう。はい。いきます。境地妙合、自分らしく輝く。斎藤大聖人は釈迦他方の二仏は境地の二方であり、二仏描座は境地妙合を意味するとされていますが、この点はどう考えればよいでしょうか。他方が境、釈迦が地に当たるわけですが。池田虎先生は、境は客観世界、地は主観世界と言われていた。しかしこれも西洋的な二元論の意味でおっしゃったのではない。主客不二、主体客体が根底では一体であることが前提となっている。須田大聖人は境というは万法の体を言い、地というは自体検証の姿を言うなりと仰せですね。池田、そう虎先生がよく言われていた。八百屋であるということは境だ。八百屋らしく商売に励んでいるということが境地妙合であると。もちろん魚屋さんでも会社員でも何でもいいわけだが、その人にはその人のなすべき使命があり道がある。それが境にあたる。その境を立派に輝かせていくのが知恵の光です。その場でなくてはならない人になるのが境地妙合です。人間だけではない。桜が四季の移り変わりを感じながら、春になると一斉に見事な花を咲かせ、人々を楽しませるというのも境地妙合の姿です。春の訪れを本念的に感じるのが桜の知恵と言える。須田夏に咲いたらみんなびっくりしてしまいます。池田、本来誰もが仏である。これは境です。その仏界を輝かせるのは知恵の光です。仏であることを自覚する知恵があって初めて仏と輝く。これが境地妙合です。私どもで言えば維新大栄、心をもって絵に買うですから、信心が知にあたる。自分に仏界があるというのは客観的真理であり境です。それを事実の上で輝かせるのが信心です。釈迦他方の如来も煩悩に覆われた市場が本来の仏界を輝かせている姿です。如来といっても凡夫なのです。人間なのです。大聖人は釈迦他方十方の諸仏は我が仏界なりと仰せです。ここまた重要なこと言いましたね。釈迦他方の如来も凡夫ですと、人間なのですと、でしょうね。そう捉えるんですね。また他方が境であるというのは、他方如来は法華経が説かれるところにはいつでも現れる。つまり永遠の真理を象徴している。その永遠の真理を今ここで権限させたのが釈尊なのです。つまり二仏描座、境地妙合によって今ここに永遠なるものが現れている。今ここにしか永遠なるものは現れないのです。あとは全部幻です。釈尊イコール知は主体です。主体的な人生の大闘争の中にしか妙法の権限はない。我自由の菩薩なり仏なりという確信に燃えて使命の行動をするときに境地妙合となるのです。斎藤、その境地妙合の姿そのものが南無法蓮華経なのですね。池田、そうです。境も妙法という境であり、知も妙法の知です。大聖人が境地の二法は何者ぞ、ただ南無法蓮華経の語字なりと言われている通りです。境と知は別々にあるものではない、一体なのです。境が知を発し、知が境を照らすという関係です。例えば太陽を考えてみると分かりやすいかもしれない。太陽という本体は境です。その境そのものが知を発している。太陽が自ら光を放ち、自らを照らし表しているようなものです。須田、釈迦他方の二仏は南無法蓮華経の一方の働きなのですね。釈迦他方という姿によって境地不二の南無法蓮華経を表しているわけです。池田、そう、大聖人は
釈迦他方の二仏というも有の仏なり。妙法蓮華経こそ本仏にてはおわし将来。と仰せです。明快だね。はい。何回でございましたかね。まあ難解ですけど、やっぱりこう比喩をやっぱり上手に入れてくれてるじゃないですか。はい。八百屋さんの話とかもそうですし、だから僕なりにはスッと入ってきましたね。境地妙法大事じゃないですか。なんていうか多田先生の例えで言えば、職業ごとによってなんとなくそこで働いてる人の性格がなんとなくそんな感じになっていくというか、なんかサラリーマンはサラリーマンっぽくなっていくしみたいな、でサラリーマンっぽくあった方がいい世界じゃないですか。まあね、でそれがどんどん鍛錬していくとそうなっていくみたいな。ほぼさんとかだったらこうどんどんそういう風に優しく子供の扱いがすごい上手とかさ、介護の方のねデイサービスで働かれてる方とか、あんまりバリバリのサラリーマンみたいな人がおる、まあそれもそれでいいかもしれんけど、ちょっとこうそこの場では求められない振る舞いになるかもしれないし、まあおじいさんおばあさんにどんどん優しくなっていくというか、っていうんですかね。まあその環境に対応していくみたいなことですよ。そうですね。役割を全うしていくというか、役割で与えられた役割で成果を出していくっていうのは、まあ、サラリーマンだとかのその職業の例えで言うと、まあそういうことなのかなとは思うんですけど、一個ここを気をつけなきゃいけないなと僕は思ったのは、なんだろう、その役割をその突き詰めることが境地妙合じゃなくて、なんつうんだろうな、人のその人自身の強み、個性、そのあたりをやっぱり活かせる環境を作っていくっていうのが大事なのかなっていうふうにはちょっと内心思ったところですね。そこの境地妙合の考え方はあくまで例えであって、もしそれをそのまま受け止めちゃうと、例えばね創価学科の幹部はこうあるべきだっていう雰囲気があると、みんなそういう感じになっていっちゃうでしょ。それは違くて、どんどん個性的に、まあ戸田先生はその例え方はそういうふうに例えられたけど、要するに仏界っていうものをみんな持っているっていうのが今日だから、それを大目とか信心やっていく中でその知が湧いてくるというか、それは自分らの行動で湧いてくるんだけど、それがこう合致してくるっていうことで、境地妙合っていうのは悟りの境外のことを言ってるんですよね。自分の仏界の生命、これが知と考えて、外側の宇宙生命、これが合致するっていう形ですよ。煩悩を乗り越えていってね、壁を乗り越えていって、宇宙即我とも言いますが、こういうのを境地妙合っていうわけで、他方如来っていうのはもともとある永遠の真理っていうものを表現してて、釈尊はその立場でってことですよね。その引き上がって他方如来と合流したみたいな立場で説法されたっていうようなことで、今のでなんとなく分かりましたかね、境地妙合。言語化って難しいですよね。要するに、ご本尊という妙境に照らされる中で、そこに南無する、起妙するって言いますが、中で、妙合、されていくっていうことですよね。これ簡単に、我々の立場で言えば、生活の立場で言えば融合する、境地妙合、融合って言ったらなんか変な言い方だが、自分の生命っていうものが外側の仏界と合流しようとする、合流された完全なる悟りの境地の話です。だからむずいね。この絵面だけ見たら宇宙と僕ら一体化してるじゃないですか今。もう国語ですからね。それを表現しようとするシーンだし背景、今我々がいるのもそういうことなんだけど、そうね。これもだから違った言い方だよ。人間革命とか成仏とかの違う言い方、具体的に言うと境地が妙合されてるっていうことだから、いろんな言い方、仏法用語いろいろ出てくるけど、この後も、いろんな角度から成仏の話してるっていうことなんで、成仏と境地妙合が違うものと考えるとまた混乱するから、同じことです、同じこと。難しいですけど、ここ池田先生書いてますけど、その場でなくてはならない人になるのが境地妙合ですドンって書いてあるんで、これ分かりやすくていいんじゃないかな。そうね、リスナーの方もいろんな仕事されてる中でもう確実に求められてる、ものが出てくるっていうことですよね。信心していく中で対応力が速くなってくるんで、やっぱ信心すると、
だって家庭だとそうですよね。父母なんてもう代替できないわけじゃないですか。なくてはならない人ですもんね。じゃあ社会に出て、仕事の話がさっき出てるんで、その自分の今職場であなたはなくてはならない人かって言われたらどうでしょうねっていうところなんですかね。だから信心をされてる方っていうのはなくてはならない人間になるために頑張ってる方と俺も思ってるので、今そう慣れてるかどうか、ね、慣れてない方もいるかもしれない、慣れてきたっていう人もいるかもしれない、信心するっていうのはなくてはならない人に慣れてくるっていうことですからね。これつまり自分の価値を高めるっていうところが生命境界を上げるっていう風なことでよろしいんでしょうかね。そう、先生だったらより先生らしくなってくるし、求められてるものが発揮できるようになってくるしね。職業と境地に応募してくるみたいなことですか。まさにそうかじゃないですか。価値の創造です。価値の創造じゃないですか。価値創造できてますか？創造的人間であってこそ創価の人間ですからね。創価の名に恥じぬような人生を生きると、あら厳しい。真行学、真剣にやっていけば境地に応募されてきますし、それはもう想像しているってことですから、またちょっと難しかったですけど一歩一歩ね進んでいきましょう。今日からはこんなもんで、はい、あずない東と